いや、どうもどうも。週末ゆっくり YouTube でも見てるかい？いいよな、こののんびりした時間ってのは。最近さ、ニュースとかでも AI がどうのこうのってよく聞くだろ。その AI が賢くなるのにめちゃくちゃ大事なのがデータ学習っていうやつなんだよ。データ学習って一体何なんだ？なんか難しそうな言葉だけど、実は俺たちの生活にも密接に関わってる面白い話なんだぜ。まず、データ学習って聞くと、なんかコンピューターが難しい本を読んでるイメージとか、ひたすら数字を計算してるイメージが浮かぶかもしれねえよな。でも、ざっくり言っちゃうと、これはコンピューターがたくさんの経験イコールデータを通じて、物事を賢く判断したり、新しいことを覚えたりする仕組みのことなんだ。例えるなら、俺たちが子供の頃、いろんなことを経験して覚えてきたのと同じだよ。例えば、熱いものに触ると火傷するってのは、実際に熱いものに触っちゃった経験、データとか、親に触っちゃダメだぞ、熱いからなって言われた経験、これもデータだを積んで体が覚えたことだろう。あれと同じようなことをコンピューターがやってるんだよ。コンピューターはどうやって学ぶんだ？じゃあ、コンピューターはどうやって学ぶのか。これがポイントなんだ。例えば、AI に猫の写真を識別してほしいって頼むとするだろう。最初 AI は猫がどんなものか知らないんだ。そこで、俺たちは AI に猫の写真を1万枚、10万枚、いやもっとたくさんの猫の画像を、これは猫だよって教えながら見せてやるんだ。中にはいろんな種類の猫の写真、いろんな角度から撮った写真、変なポーズの猫の写真なんかも混ぜてやる。これがデータだ。AI はそれらの写真のパターン、例えば耳の形はこうか、髭はこう生えてるのか、目の特徴はこんな感じかってのを、もう死ぬほど分析するんだ。そうやって猫の特徴を学習していくわけ。このデータが多ければ多いほど、いろんな種類の猫を見せれば見せるほど、AI は猫ってのはこういうものだってどんどん賢くなっていくんだ。まるで新入社員にひたすらこれがお客さんのリストだ、これがこの製品の図面だって膨大な資料を見せて仕事を覚えてもらうのと一緒だよ。最初は何もわからなくても経験を積むほどベテランになっていくよな。3、データ学習は俺たちの生活にどう関わってる？これ実は俺たちの生活にもうすっかり溶け込んでるんだぜ。スマホの顔認証、あれも君の顔のデータを学習して、これは本人だって判断してるんだ。YouTube のおすすめ動画、君がどんな動画をよく見るか、どんな動画にいいねしたか、どんな動画を途中で閉じちゃったかって、膨大なデータを学習して、この人にはこんな動画がおすすめだって選んでるんだよ。だから、つい見ちゃう動画が出てくるだろう。EC サイトのおすすめ商品、Amazon とかで買い物してると、これ買った人はこれも買ってますよとか出てくるよな。あれも過去の膨大な購買データを学習して君が好きそうなものを提案してるんだ。車の自動運転、これはもっと複雑なデータ学習の塊だ。周りの車の動き、道路の状況、信号の色なんかをセンサーからの膨大なデータで学習して安全に走る方法を学んでるんだ。うちの会社だって、例えば製品の不良品が出た時に過去の製造データとか検査データをAI に学習させたら、どこに問題があったのか、どうすれば改善できるのか、なんてヒントを見つけてくれるようになるかもしれねえな。群馬の工場でも、もっと賢い生産ラインが組めるようになるかもよ。まとめ。まあ、そんなわけでデータ学習ってのは、コンピューターや AI が人間みたいに経験を積んで、どんどん賢くなっていくための、いわば頭を良くする訓練みたいなもんだ。たくさんの質の良いデータがあればあるほど、AI は正確に効率よく物事を判断できるようになる。今後も AI はどんどん進化していくって言われてるけど、その進化の裏にはこのデータ学習が必ずあるんだよな。俺たちの生活を便利にするだけじゃなくて、新しい技術やサービスを生み出す上でも、めちゃくちゃ大事な土台になってるってわけだ。YouTube のおすすめ動画を見ながら、これも俺の視聴履歴のデータ学習の成果か。なんて思ってみると、ちょっと面白く感じるかもしれねえよ。まさかコンピューターが俺たちの行動から学んでるなんて面白い話だよな。